どうも、こんにちは。今回はですね、私たち誰もが持っているある隠れた時間についてお話しします。この時間うまく使えばもっと深く物事を考えられるようになったり、難しい問題を解決する大きなヒントになったりするんです。リュウ・ウェイペンさんの考え方をベースに、その秘密を解き明かしていきましょう。ちょっと想像してみてください。私たちの脳ってコンピューターの CPU みたいなものですよね。で、面白いのが、どんなに忙しくしていても、実は脳の一部は何もせずにぼーっとしているアイドル状態のことが多いんです。この使われていない潜在能力、もったいないと思いませんか？今回のテーマの核心はまさにここにあるんです。その眠っているポテンシャルを解放する鍵、それが暗時間と呼ばれるものです。これ、単なる隙間時間とはちょっと違うんですよ。歩きながら、電車に揺られながら、何かを能動的に考えている時間のことなんです。この暗時間を使いこなせるかどうかで、人生の密度がガラッと変わってくるかもしれません。というわけで、今回はこの5つのステップで暗時間をマスターする方法を探っていきます。まずは、暗時間ってそもそも何なのというところから、具体的な実践スキルまで一緒に見ていきましょう。さて、最初のセクションです。暗時間とは何か、これを深掘りしていきます。本当の意味での生産性って、ただ長く働くことじゃないんですよね。その時間の中でどれだけ質の高い思考ができたか、それが実は一番重要なんです。この考え方、すごく面白いと思いませんか？リュウさんは常に何かを考えている人は、そうでない人に比べて経験とか理解の面でもっと長い人生を送ることまで言っているんです。時間の長さじゃなくて深さが重要だということですね。例えば、集中している時にたった10分だけスマホをいじったとします。そうすると、元の集中状態に戻るのに15分もかかる。つまり合計で25分もの時間を失っている計算になるんです。これ、タスクを切り替えることの見えないコストなんですよね。だからこそ、誰にも邪魔されない時間の塊を確保することがめちゃくちゃ大事なんです。いわゆるフロー状態ってやつですね。この深く没入しているときに新しい知識が過去の知識とがっちり結びついて本当の学びが起きるわけです。では、その大事な暗時間を具体的にどう使えばいいんでしょうか。ここからはそのための方法論、つまり問題解決のためのフレームワークについて見ていきたいと思います。これすごく実践的な7つのステップです。まず、この問題前にやったことあるかなと考える。次に、全く同じじゃなくても似たような問題はなかったかなとちょっと視野を広げてみる。それでもなければ問題を細かく分解して仮説を立てる。そして大事なのがその仮説をすぐ試してみること。間違ったっていいんです。それでもダメなら全体を見直す。それでも無理ならもう助けを求めましょう。そして最後に一番重要なのが解決した後に自分はどうやって考えたんだろうってプロセスを振り返ること。このサイクルが人を成長させてくれるんですね。さて、次に私たちの思考を縛っている見えない牢獄の話をします。これ実は僕らの頭の中にある思い込みとか偏見のことなんですけど、ソースではこれを映画ショーシャンクの空にの刑務所に例えていて、これがまた非常に力強いメタファーなんですよ。どういうことかというと、僕たちは知らないうちに自分で作った思考の枠組みに閉じ込められていることが多いんです。そもそも牢獄があることに気づいていない人もいれば、その居心地の良さに慣れすぎて外に出るのが怖くなっちゃってる人もいる。この心の牢獄から抜け出すには、まずその存在に気づいて、そこから出る勇気を持つことが大事一歩なんです。この有名な言葉、まさに思考の偏りを一言で表していますよね。自分が持っている唯一の道具、つまり得意な考え方に固執してしまうと、どんな問題もそれで解決しようとしてしまう。これをツール駆動思考と言います。ツール駆動思考っていうのは、自分はこのハンマーが使えるから叩けるものを探そうという発想です。でも僕たちが目指すべきなのはその逆の問題駆動思考。つまり、この問題の本質は何だろう。じゃあ、最適な道具はどれかなと考える。常に問題そのものからスタートすることが大事なんですね。さあ、話はさらに深くなっていきますよ。正しいツールを選ぶだけじゃなく、そもそも物事をどう学ぶか、その学習の哲学に焦点を移しましょう。
本当の成長っていうのは答えそのものじゃなくて、そこに至るまでの思考のプロセス、その道のりにあるんだという話です。この区別、ものすごく重要です。ただ、答えや事実を暗記するだけ、つまり何であるかを知っているだけだと、応用が効かない室井知識にしかならないんです。そうじゃなくて、その背後にある、なぜそうなるのかという原理を理解して初めて、知識は様々な場面で使える、本当の力になるわけです。まさにこの言葉が全てを物語っていますよね。たとえ自力で答えにたどり着けなかったとしても、自分がどう考えて、どこでつまずいたのかをしっかり振り返ること。そのプロセス自体に答え以上の価値があるんです。そして、この木の比喩が本当に見事だと思います。深い知識っていうのは、誰かがまとめた結論、つまり木のてっぺんにある葉っぱを覚えるだけじゃダメなんです。自分で実践して考えて要約するというプロセスを通して地面から根を張り木を育てていく。そうやって築き上げるものなんですね。さて、いよいよ最後のセクション、まとめに入っていきましょう。これまで話してきたアイデアを日々の実践的な思考の習慣としてどう自分のものにしていくか、その方法を見ていきたいと思います。暗時間を本当に有効活用するために、この3つの習慣が不可欠です。大事なのは、これらは才能じゃなくて、訓練すれば誰でも身につけられるスキルだということ。パッと集中して、それを長く続けて、周りの邪魔をシャットアウトする。この力を鍛えることが、思考力を高める近道なんです。結局のところ、優れた思考家になるっていうのは、天才になることじゃないんです。より良い習慣を毎日少しずつ積み上げていくこと。これこそが今回の話で最もお伝えしたかったメッセージです。誰にでもその可能性は開かれているんです。さあ、今回の解説はこれで終わりです。最後にこの問いかけを皆さんに投げかけたいと思います。あなたの暗時間はもう始まっています。そう、この話を聞き終えたまさにこの瞬間から、通勤の電車の中、散歩中、あるいはシャワーを浴びているとき、その貴重な時間をあなたは何を考えるために使いますか？